の今の当たり前の価値とか、存在の意味見失っちゃうんですよ。幸せになったら感謝するんじゃないですよと。感謝する人が幸せになりますよと。そうじゃないとないものねだりばっかしますよ。この当たり前が、これも不満に持ってくるんですよ。だから当たり前に対するありがたさなくなるわけですよ。こんにちは、もんじです。このチャンネルでは今の時代に通用する組織づくり、育成術など役に立つ内容をお話ししています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、本日もお願いします。はい、前回に引き続きですね、今日も人生において、大切なものというテーマでちょっとお伺いしたいんですけども、前回が誠実っていう言葉、キーワードをもとにちょっといろいろもん社長の方に教えていただいたんですけども、またちょっと今回は一つのキーワードを深掘りしていきたいなと思っています。はい。次は感謝ですね。感謝。ありがとうっていいですよね。はい。いいですね。はい。ありがとうっていう言葉っていうのは、人を笑顔にできる魔法の言葉であって、はい。感謝の気持ちっていうのは、心と体を健康にし、良質な人間関係を育み、自分自身を充実させることもできますと。やっぱ人って感謝や承認の気持ちを伝えるとき、そのポジティブなエネルギーに反応し、自然と笑顔を作っているじゃないですか。ありがとうって暗く言う人いないじゃないですか。はい。笑顔っていうのはやっぱ他者との関係を強化し、コミュニケーションの質を向上させる要因ともなりますと。感謝の気持ちを表現することっていうのは、ストレスを減らしますし、心の健康を促進しますと。また、ポジティブな感情が心を満たすことで、血圧の低下とか免疫機能の向上など、体の健康にもいい影響をもたらすということも研究であるわけですよね。要は、自分の心と体へいい影響をもたらす言葉でもあると。ありがとうってやっぱ言葉聞くとですね、周りの人もですね、感謝の気持ちを感じることもできますし、これによってやっぱり相互の関係って強化されるし、信頼や絆っていうのは深まることになりますよね。また、感謝の気持ちを伝えられることで、他者のモチベーションや自尊心を向上させることもできますし、周りの人々にとってもいい影響を与える言葉ですと。一人の人がありがとうという言葉で感謝の気持ちを表現すると、ポジティブなエネルギーっていうのはやっぱね、伝わりますし、連鎖的にもいい影響をもたらしますと。これは一つの良い行動や言葉が、さらに多くの良い行動や言葉を生むポジティブな連鎖反応になるんですよね。ありがとうっていう単純な言葉ですけど、その言葉には自分自身や他者、そして社会全体にポジティブな影響を及ぼす、非常に大きい力、宿ってますと。この言葉を意識的に使うことで、より良い人間関係やコミュニティを築けます。だからこそ、恋人であったり、夫婦であったり、友人、同僚、とにかく周りの人への言葉、愚痴ではなく感謝、そう変えるだけで、関係値はいい方向へ変わっていきますと。言葉の力はとても強いですよ。私たちが日常で使う一言一句、こういったものがやっぱ人間関係の質や雰囲気を大きく左右するんです。日常生活で小さなありがとうを意識的に伝えるだけでも、相手の態度や行動に変化が見られることって実はよくあります。感謝の言葉っていうのは相手に対する尊敬や認識、愛情とか伝える強力なある意味ツールであり、それを使うことで人間関係がより良好なものになるんですよね。ありがとうの基本もそうなんですけど、人間生きてるとですね、いろんなことありますと。なんか癒やしい気持ちとか迷うようなことがあったら、初心を思い出して、まずは一旦自分が今ここにいることに感謝することっていうのも重要ですと。何かあった時に純粋な感情とか情熱って忘れがちだったり。そうですね。でもやっぱり迷った時や困難な状況に直面した時に初心を思い出すことで再び目的とか意味を見つけ自らアップデートすることできるじゃないですか。あと初心忘れちゃうと今の状況が当たり前に感じちゃうんですよね。今の自分の状況を当たり前って考えちゃうとこの今の当たり前の価値とか、存在の意味見失っちゃうんですよ。ありがとうの語源って漢字で書いたらあることが難しいとかありがたいとかなるじゃないですか。今の自分が存在するのは様々な人のおかげであるし、全世界見渡せば自分の現在の状況がとても恵まれていることに気づくはずなんですよ。まさにありがたいんですよ。欠けているものや何かがないと嘆くより冷静に今ここにあるものにまず感謝しましょうと。毎日の小さな瞬間や出来事に感謝することで心が豊かになり、よりポジティブな生活を送ることができます。感謝の心っていうのは
幸福や満足感を増加させ、人生の質を向上させる力があるんです。当たり前は当たり前ではありませんと。当たり前に感謝できるようにしましょうと。で、具体的にやっぱり利己的になるんじゃなくて、リタの精神持って、感謝される人ではなくてですね、まず感謝する人になりましょうと。ギブアンドテイクみたいな言葉使われますけど、感謝されたいと願う姿勢は、これはテイクの側面が強いですよね。極端になると利己的な感じですよ。ギブアンドテイクっていうよりかは、自分の意識はギブアンドギブですね。これがリタの精神だと僕は思ってます。いい言葉ですね。ギブアンドギブ。で、やっぱりもらう人よりも、実は与える人の方が幸せですね。感情、時間など他者に与える行為って結構喜びや満足感得られますよ。確かに。人は他者にね、何か与えることで感謝や満足感、愛情などのポジティブな感情を感じることができます。これは与える喜びとも言われますし、多くのね、心理学的研究でも裏打ちはありますので、同じですけど利己的な人よりも利他的な人の方が幸せですよと。利己的っていうのは自分の利益や都合のみを考える態度。対照的に利他的は他者の幸福や利益を重視する態度を指すじゃないですか。他者を思いやる利他的な態度を持つことが結果として自分自身の幸福にもつながるんですよ。で、感謝する人ってやっぱ日常の様々な瞬間や出来事、または人々の行為に対して感謝の気持ちを持つことができますと。その結果、幸福感や満足感を得やすくなるんですよ。一方逆に感謝されたいとかって求めすぎちゃうと、やっぱ外部からの評価や承認に依存する。依存した幸せって一時的で不安定になりがちですよね。感謝する心って自分自身の内側から来る幸福を生み出して、その結果人生の質をやっぱ上げるんですよ。だから感謝される人よりも実は感謝する人の方が幸せと僕は言えると思ってます。すごいぶっ刺さりましたね、これは。間違いないですね。繰り返しますけどね。幸せになったら感謝するんじゃないですよと。感謝する人が幸せになりますよと。この言葉はとても深い意味ですけど、多くの人ってね、良いことが起こった時とか、願いが叶った時に感謝する傾向にあると思うんですが、だけど日常生活の中で感謝の心を持つ、そのこと自体がその人自身の幸福感を高めますよと。現在の状況や持っているものに満足し、感謝の気持ちでいること自体が幸せを生み出す源となりますと。これは物質的な豊かさや成功だけが幸せの源ではないということで、心の中での感謝や認識の変化が、幸福感を高めるわけですよね。確かに。で、この言葉は結構僕は好きで、この世で最も不幸な人は誰かと。感謝の心のない人であると。僕的にはその通りだなと。思いますよね。今ここにある当たり前に感謝するっていうこと、これはとても大事ですと。そうじゃないとないものねだりばっかしますよ。感謝することも習慣づける必要があるんですかね。そうですね。例えば海外に初めて行った人が、世界観変わったとかっていう話ってちらほらあるじゃないですか。聞きますね。これそういうことだと思うんですけど、僕もいろいろおかげさまで経験させていただいて、やっぱ同じように思いますよね。日本にいたらこれ当たり前だったけど、本当に海外の貧しいところ死ぬほどあって、こんな感じかと。これ俺日本に生まれただけで実は幸せだったんだってやっぱ気づきますよね。だって住む家がない子供とかだって、こんな家住んでんのみたいな子供とかいっぱいいますし、ご飯も毎日満足に食べられない人たちも死ぬほどいて、勉強したくたって学校行けないっていう子も死ぬほどいて、今だとねテクノロジーも発達して情報格差っていうのはなくなってるっていうけど、例えば本当に貧しい国で貧しい子供ってそもそも識字率が低いから、その情報が来ても読めなかったりするわけですよ。だからそうですね、仕事があるっていうこともそうだし、ご飯が食べれてるっていうこともそうだし、毎日当たり前にねできること、そういうことをやっぱり感謝する。なるほどですね。だからアップルさんで言うと、それこそ挨拶はもう徹底されてますもんね。うるさくは言ってますけど。本当に他の会社さんではないぐらい徹底されてるなって僕は思いました。そう言っていただけるとありがたいですけどね。あとちゃんとしっかり目を見て挨拶してくれるんで、ちょっとびっくりしましたけどね、最初来た時は。ありがとうございます。いや。
苦労した分だけ幸せになれるみたいな言葉があるじゃないですか。はい。正直僕の考えとしては全くその通りだなと思うんですよね。っていうのはなぜですか？要は人生のギャップが激しいんですよ。ギャップが激しい。例えばだからとある A さんがいるとしたら、はい、苦労や挑戦がない生活って今の当たり前があり続ける状態なんですよね。要は、苦労で例えばちょっと感情的には下に振るとしたら、苦労しないからずっとここじゃないですか。そうするとこれが当たり前なんですけど、この当たり前がこれも不満に持ってくるんですよ。だからこういうこのまっすぐのこの線が当たり前、今の自分なんですけど、これが不満に持ってきちゃうんで、自分の当たり前の感覚がこうやって上がっていっちゃうんですよね。ギャップがあるじゃないですか、ここも。だから今と理想になっちゃうんですよね。なるほど。これ絶対不満なんですよ。だから当たり前に対するありがたさなくなるわけですよね。で満たされない生活になっちゃうんですよ。だけど苦労や挑戦する人って今がここだとしたら、苦労とか挑戦の時に苦しいなったんですよ。でもこれって僕からしたら新しいことをやり始めたってことは、今まで何もしたことがないことをするわけだから、それは苦労するんですよ。でもへこむじゃないですか。でもへこんだ時に日常って幸せだったんだって気づくわけですね。今度へこんだ分だけこれがうまくいったら成功するんですよ。いつもよりもいいことがあったりするわけですよ。これ最高だったわけですよ。またでもこれを知っちゃって新しいこと挑戦したりいろいろするから、またへこむわけですよ。こうやって凹凸があると、この当たり前のラインをいつもギャップがある状態だから、ここの良さが分かるんですよ。なるほど。下がることがあるからこのノーマルがありがたいことに気づくんですよ。上がることがあるから下がっても上がるっていうことも気づけて、また挑戦しようとかなるじゃないですか。でいいことを、日常を、ちょっと大変なことみたいな、ちゃんとずっと経験ができるわけですよね。これを繰り返したら当然チャレンジもしたくなるし、新しいこともしても大丈夫だし、この当たり前の良さもすごい気づけるわけですよね。だからさっきお話した通り、この当たり前の素晴らしさに気づける人、この気づけるっていうチャンスが苦労だったりするわけですよ。苦労した分だけとか辛い思いした分だけ当たり前の幸せが分かるから、心の中は幸せになれる可能性高まりますよね。すごい。でもおっしゃる通りですね、本当にそれは。これもね、ピンとこない人もたまにいるかもしれませんけど、じゃあ感謝のない関係って何なんだって、感謝のない人ってどういう人だって考えると、みんな嫌だって言うんですよ。感謝のない関係っていうのはお互いの存在を認めてないってことじゃないですか。ありがたいと思ってないんですよ。確かに。感謝感じられない人って罵倒したり、感謝できない人、こんな人が自分のお客様とか仲間とか、しんどくないですか？しんどいですね。なんでじゃあ罵倒したりとか感謝できないんだって僕なりには理由考えるんですけど、当たり前は当たり前だと思ってるんですよ。例えばですけど、じゃあ駅に行ってトイレ、使おうと思った時に基本綺麗じゃないですか。日本綺麗ですよ。でもそれって誰かが掃除してくれてるからじゃないですか。綺麗なのが当たり前だとちょっと汚いとクレームとか言うという人がいるわけですよね。これ綺麗なのが当たり前だと思ってるんですよ。じゃあお前掃除しろよと。掃除してくれる人がいるから綺麗を保ててるんだと。電車とかで遅延してるって、駅員さんに罵倒してる人とかいるじゃないですか、たまに。そういう人もやっぱ当たり前だと思ってるんでしょうね。電車がだから時刻通り来るのが当たり前ですよね。海外行ってみなさいと。当たり前じゃないよ。来ないのが当たり前だからと。時間通りにと。だったりとか、あと自己肯定感が低い人。要はその相手を認めるとか、そこに価値があるっていう表現が感謝だったりもするので、そもそも自分には価値がないしとかってあんまり卑下しちゃってると、他人の価値も認められなかったりとかする人なんですよね。なるほどですね。あとは、そういう人って感謝されたことないですよね。感謝されたことがないから感謝することの素晴らしさに気づけない。こんなパターンの人が多いかなと思うんですけど、当たり前は当たり前と思っていて、自分に価値がないと卑下をしまくっていて、感謝されたことがないから感謝する意味がわからないみたいな人がいっぱいいたらどうですか？いや、そうっすね。超不幸せだと思うんですよ、そんな周りに囲まれたら。確かに。感謝のない人は究極こうなりますよね。でも冒頭の当たり前は当たり前と思っている、これってなんかやっぱそう思ってしまいがちというか、ちゃんと日々意識してないと、そこはなんか僕自身も気をつけなきゃいけないなって今思いましたね。そうですね。だからそれもやっぱり考える機会が必要なんだと思うんで、さっき言ったこの振れ幅じゃないんですけど、やっぱ適度にチャレンジとか新しいことへの、
ね、やるとか、そういうチャレンジは必要なんだと思うんですよね。だから、そうですね苦労は買ってでもしろってことわざみたいなのあるじゃないですか。うんうん。本当にその通りだなと思いますよね。なるほど。いやー、深いお話、ありがとうございます。まとめますと、1、感謝の力っていうのはやっぱ人生を豊かにしますと。ありがとうは人を笑顔にする魔法の言葉ですよと。感謝の気持ちは心と体に良い影響を与えますと。2、感謝を習慣化することで人生が変わりますと。愚痴ではなく感謝の言葉を使うと。それだけで人間関係も変わりますよ。3つ目、当たり前は当たり前ではない。ありがとうっていうのはあることが難しい。今の自分がいるのは誰かのおかげ。仕事がある、ご飯食べられる、健康でいられると。ないものを嘆くよりも今あるものに感謝しましょう。4、感謝される人ではなく感謝する人になりましょう。ギブアンドギブの精神が大切。5、なぜ苦労や挑戦が感謝につながるのかと。苦労を経験すると当たり前の価値に気づけますよと。今ある状態が不満にどんどん感じるようになっちゃいますよと。6、感謝のない人は不幸に向かっていく確率高いです。感謝のない環境にいたりすると不満ばかりが募り不幸せになっていく傾向出ちゃいますよと。それらも含めてまとめると、とにかく感謝の気持ちが人生を豊かにします。当たり前に感謝できる人が幸せになれる確率が高まります。感謝を伝えることで自分も周りもポジティブな影響を受けます。苦労や挑戦をするということで感謝の気持ちをより強く当たり前に感謝できるようになります。総じて感謝される人よりもする人の方が幸福度が高く人生が充実しますよということで、今回のお話としたいと思います。はい。本日もありがとうございました。皆様からいただくいいねやコメントはいつも見ていて励みになります。この動画が気に入った方はぜひいいねやコメントをお願いいたします。